こんにちは、パワー X の社長の伊藤でございます。本日この動画はですね、パワー X の製品、事業のご紹介をさせていただく動画でございます。こちら、私どもの、解説動画2本立てでございまして、もう1点が、すでに別の動画として、事業環境のご説明がございますので、事業環境や、いわゆる、タムとか言われる潜在的な市場について、ご覧になりたい方は、ぜひそちらもご覧くださいませ。それではこちらの動画、パワー X の製品のご紹介をさせていただきます。ちょっとスライド使ってご説明を差し上げます。ということで、現在、我が社は大型低調蓄電システム、それとデータセンター、コンテナ型データセンター、この2つを作っております。商品群としましては、メガパワーシリーズということと、ハイパーチャージャーでメガパワー DC になっています。現在 2700A、これがこの動画撮影時には主力商品でございますが、これからゆっくり2500へ移行してまいります。2500は10フィートコンテナ、2.5メガワットアワー、完全な水冷のシステムでございまして、ものすごく狭いところに大量の電池を搭載することができます。この電池背中合わせに置くことができます。で、メガパワー DC。これはデータセンター型の、コンテナ型のデータセンターでございまして、データセンターいろんな種類に対応しながら、これも水冷で、もう設置すると蓄電池とコンピューターが両方セットで展開できるような非常にユニークな商品になっています。それではちょっと詳細のご説明に入らせていただきます。まず蓄電システムでございますが、メガパワーシリーズ。このメガパワーシリーズに共通する項目としまして、電池の筐体の中にモジュールがあります。で、モジュールというものの中にセルが入っております。このセルというのは、いわゆる日本語では単電池と言いまして、我々一般的に単三電池とか単四電池って聞いたことがあると思いますけれども、まさにあれでして。で、大きな単電池をたくさん組み合わせて、モジュールという安全な箱に入れて、センサーがついているその状態のものを大型の蓄電システムに入れてまいります。で、パワー X はこのセルを自社では作っておりません。もうビジネスモデルのもう最初からなんですが、セルは日進月歩で変わりますし、さらにそのセルは、どんどんですね、一番いいものを調達していきたいという気持ちがございまして、その時代に合ったセルを、供給を受けて買います。で、一方でこのセルを大量に買う代わりに、我々は制御系は全部自社製、え冷却系も全部自社製、直流技術も全部自社製で開発をしております。つまりセルは買ってきてるんですが、最終筐体に入っている最終製品の残り全ては我々の方で作っております。特に昨今重要でございますのは、このバッテリーのマネージメントシステム BMS というものでございまして、蓄電池の制御とコントロールがもうとにかく重要です。で、電池自体の商品を今度は遠隔操作するために、クラウドのシステムであったり、電池自体を最適運用するための AI であったり、こういったものも自社で開発をしております。ちょっと動画で見ていただきますと、私どもの蓄電池というのは、このようにして、弊社の工場の中でどんどん組み上がっておりまして、こういったモジュールをコンテナの中に挿入して、配線して、電気的に接続して、最終的に蓄電池として動作してまいります。で、もうちょっと俯瞰でご覧いただくと、これが工場全体の風景でございますが、このようにコンテナが入ってまいります。この入ってきたコンテナというのは私どもの専用設計になっていて、各工程を通ることにより、蓄電池のモジュールが挿入されたり、コンタクターとかですね、ワイヤーハーネスがついたり、消火器がついたり、で、最後制御コンピューターがくっついて、完成品として出荷されるというような形で量産をしております。この日々私どもの工場で大量生産をしている商品です。で、この商品おかげさまで多くご採用いただいております。今のところも圧倒的に蓄電所という用途がほとんどです。蓄電所とその仕組みにつきましてはもう一本の市場解説の動画の方で詳しくご説明しておりますので、機会があればぜひご覧ください。で、この私どもの採用実績でございますが、日々増えておりまして、トレンドといたしましては、特別高圧の蓄電所が増えてきている状態です。全国の地図で見ていただきましても、やはり電力の逼迫が多いエリアに導入が進んでおります。つまり北海道とか、特に九州エリア、この辺りが特に蓄電池の市場としては今熱いんですが、
これ実は共通してですね、特に九州の場合は電力逼迫を起こしているんですけれども、背景には原発があったりします。原子力発電所は追従型の発電所ではなく、とにかく再稼働するともう 100% ずっと出力しますので、他の電源が抑制されるんですね。なのでこれから原発再稼働が各地で起きてまいりますと、まだ、電池の導入が少ないエリアに対してもどんどん需要が、拡大して電池が導入される見込みでございます。ということで先ほど申し上げた特別高圧でございますが、今、もう20拠点を超えてですね、非常に大型の、蓄電池が、入るようになりました。特別高圧の場合、メガパワー 2700A、2500ともになんですが、20台、30台、場合によっては80台ぐらい、100台規模のものすら、あるような、そういった、非常に大きなプロジェクトが最近は、盛んでございます。導入事例いくつか、ご覧いただきますと、蓄電所ですね。電池が入っていて、パワーコンと、トランスが入っている。この仕組みの、詳細説明も別の動画でございますので、ぜひそちらもご覧いただきながら、一方で、需要家の、電池ですね。これ工場とか、倉庫に入れる蓄電池も最近実は増えてまいりました。今この動画をお届けしているのも、パワー X の、本社工場ですが、ちょうどこの屋根の上にですね、太陽光パネルが大量についております。この屋根上太陽光を実は我々の自社製品で受け止めておりまして、このエネルギーを、管内で回しております。似たようなことが自動車メーカー様であったり、倉庫、企業であったりですね、さらに造船所に至るところまでこのような使われ方が最近するようになりました。ということで、次にですね、蓄電システムの重要なポイントをいくつか、お話をさせていただきたいと思います。総括すると、簡単にですね、重要インフラに最近なってきています。蓄電池自体が、もうどんどん、まだですけれども、将来主力電源に、なる勢いなんです。これカリフォルニアなんかの場合ですと、夕方夜間の、主力電源が、電源そのものの一番大きいのが蓄電池だったりすることもあります。数時間ではありますが、もはや電力系統をもう担いでいるような電源になっています。で、日本でも同じようなトレンドが起こると私ども考えておりまして、蓄電システムがとにかく当たり前のように動き続けること、さらに何か不具合があった時にすぐに我々が駆けつけられること、さらに蓄電システムのコントロールのソフトウェアが、我々がコントロールできること。つまり、いわゆるソフトウェアとしての、脆弱性がない、アタックを受けて乗っ取られない、そもそも、何が入ってるかわからないブラックボックスのようなものはもちろん私ども採用しておらず、すべてこのあたりは自社設計しておりますので、このあたりがパワー X の特徴でございます。続けてですね、我々実は電力事業もやっております。これ蓄電池をたくさんお客様にお納めいたしますと、もうその運用をお任せいただくことも実は多々増えてきておりまして、事業家であれ、さらに大型蓄電所であれ、変わらず我々が電力の供給であったり、逆にリソースのアグレゲーションであったり、そういったサービスをご供給させていただくこともよくあります。で、これ私どもからしたら成長分野だというふうに考えております。これ電力の小売り一つ取りましても、電力を売るときにですね、市場がものすごくボラティリティが高い。電力の仕入れ側が値段がガンガン変わるわけですね。間に電池を挟むことによりまして、すごく安定した価格で我々は電気を買ってお客様にお売りすることができますので、まさに資産、アセットバックの電力供給ができるので、一般的な新電力とも違うんです。ということで、電力事業は、そういった電力の供給サービス。これフラット、セミフラット。名前からなんとなくわかるかもしれませんが、固定の価格で電力をお売りするんですが、固定でできるのは後ろに電池があるからなんですね。アグレゲーションサービスというのは、お客様が、お持ちの蓄電池を我々がまとめて運転して、それを他に卸売でお売りすることによって、その電池のオーナーの方々に収益をお返しするようなことができます。3つ目のアセットサービスというのは、もうどちらかというと言葉は悪いかもしれませんが、丸投げで蓄電所を私どもに預けていただければ、ゼロから開発することもできます。つまり土地も見つけて、蓄電所の計画も作って、で設備も入れて運転して、運転開始したらそのアセットオーナー様に私どもが、IRR で何パーセントかレベニューシェアでお返しをしていく。なので一回お任せいただければ我々がアセットごと作って運用までさせていただく完全垂直統合も、ユニークなんですが我々はやっております。
いくつか2点だけ詳しくご説明をさせていただきます。まず1つ目でございますが、これが法人向け電力供給プラン、アドバンスプランというんですが、これは法人様ですね。今は銀行様であったり、大手不動産、いわゆる東京の高層ビルとかですね、あとは巨大な物流センターみたいなところに実際供給実績を持っております。これパワー X の方でいろんな電力、きれいな再生可能エネルギーと間に蓄電所を入れることによって、とにかく再生可能エネルギーをもう常に24時間ご供給差し上げる、こういった証書に頼らない電力プランでございます。次の電力プランがパワー X の電力のアグリゲーション事業でございまして、これは蓄電所の運転を我々がさせていただいて、リソースアグリゲーターとして我々が間に仲介をして、で電力を供給したり市場で取引したりして、それの収益をオーナー様にお返しするパワー X のアグリゲーション事例でございました。続けてですね、電池は、今申し上げた通りなんですが、量産型のコンテナデータセンターについてご説明をさせていただきます。これは発表時の動画もございますので、そちらもぜひご覧いただければと思いますが、ここでも詳しくご紹介を差し上げます。ということで、メガパワー DC です。メガパワー DC というのは、我々のメガパワーシリーズの全て英知を結集してですね、電池じゃないコンテナ型のデータセンターを作りました。これは要するにコンテナの中にコンピューターが入ってるんですが、我々の特徴はそこに電池も内蔵されております。大型の蓄電池と、コンピューターを同じ筐体の中に入れまして、全部を、水冷で液冷をしております。で、循環型です。で、これすごくちょっと面白いんですが、相性が良くてですね、蓄電池は30度ぐらいに保たなきゃいけないんですね。もう30度を上限にしたいぐらいです。なので冷却液は20度ぐらいで入ってって30度ぐらいに常に保ちます。コンピューターの冷却液は35度ぐらいでいいんです。なんで実は電池を冷却してからそのまんまコンピューターに同じ冷却液を流してコンピューターを冷却してまた戻すことができますので、極めて効率がいい、循環型冷却技術でございます。で、もちろん最大の特徴かもしれませんが、安価で大量生産ができますので、データセンターを大量にお作りして、全国へお届けすることができる、極めてユニークです。またスペックを見ていきましょう。スペックはお客様の、スペックに合わせてこちらが組み上げますので、これは想定値に過ぎません。いろんな種類がありますし、別に AI に特化してるわけでもないんですが、とりあえず AI の事例です。これそれこそですね、160個の GPU を最大で10フィートコンテナに搭載することができます。で、160個入ると633ペタフロップということで、ものすごいコンピュートをこの小さなスペースに入れて冷却することが可能になりました。さらに蓄電池も半分入れることができまして、それは 800kWh まで入ります。そうすると、実は再エネの比率を長く取りたいデータセンター様であれば、もう十数時間再エネで回すことができたり、逆に BCP をお考えであればフルパワーで回しても4時間近いBCP の電源とすらなります。なので、これから N-1 電制の精度であったり、ノンファームでの接続であったり、電力が不安定なところでもコンテナデータセンターとしてすぐに設置ができるのが特徴でございます。ということで我々のポイントはコストの優位性ですね。どう考えてもコンテナの方が建物より安価でございます。さらに我々の工場で量産しますので、とにかくボリュームをご供給することが可能でございます。さらにコンテナごとですね、先ほど少し申し遅れたかもしれませんが、NV リンクであったりですね、さらにインフィニバンドであったり、そういった接続技術でつなぐことができますので、コンテナが複数あってもこれを全部一つとして、超高速通信でつなぐこともできます。というスケーラビリティ。じゃあこの3つの特徴を持ってどんなことができるのかというと、例えばですが大型発電所への併設。これは火力発電所とか原子力発電所の近くとか、そういうところに例えばなんですが、このコンテナデータセンター125台置くと750台の標準ラック相当になりますので、なんとハイパースケール級のデータセンターを作ることができてしまう。この10フィートコンテナぐらいであれば125台置くこと、それほど難易度は高くありませんので、さらに25メガワットぐらいであれば火力発電の所内電力で補えるぐらいのところもありますので、大いに可能性があると思っています。続けて蓄電所でございます。
蓄電所全国でどんどん我々展開しておりますが、まさにそういったところに1台から3台ぐらい設置してまいりますと、完全に分散型データセンターを作ることができます。で、これでもですね、かなりのミドルスケール、さらに分散ではありますが、ハイパースケール同等の総処理能力を持つことは可能でございますので、特に、推論もそうなんですが、例えば学習用であれば、多少分散したところで大きな問題もありませんので、AI データセンターですらこういう使い方はあろうかと思います。で、続けてなんですが、エッジです。これからどんどん、日本の場合は人口も減っていきますし、労働力のところをいろんなロボティックスとか、または、高齢化していく社会に対して自動運転とかが入っていきます。ただ自動運転、ロボティックス、AI が、どんどん、増えていくとですね、必然的に、エッジのデータセンター、いわゆる遠くへ飛ばしてらんないんですね。自動運転複数の車全部通信し合ってる中、その、場所が例えば、九州とか北海道とか離れたところにあって、東京のデータセンター、または外国のデータセンターを参照しているとレイテンシーが長くなってしまいますので、これ東京も一緒でございまして、東京は人数がいかんせん多いので、どん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  AI が入っていくと、おそらく東京の中にもですね、データセンターもっと欲しくなるはずなんですね。その時にエッジデータセンターとしてこの10フィートコンテナは大活躍すると我々考えておりまして、冷却も全て入っていて蓄電池も入ってますので、正直設置すれば終わってしまいます。なのでこれを例えば高架下とか駐車場とか、または我々のようなこの工場でもこれからインダストリー4.0以降の世界でどん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  AI が必要になってきますんで、我々の工場の駐車場に1個コンテナを置いてしまってもことは済みます。なので非常に利便性が高いエッジ拠点への供給も可能だというふうに考えております。ということでこの商品のビジネスモデルは現時点においてお客様、このデータセンターをたくさんお持ちになりたい企業様から我々がオーダーを受けまして、お客様から変な話コンピューターを送っていただいて我々が組み上げて全て検査してからお納め設置をする。必要に応じて蓄電池であったりその辺の所内のですね他のお手伝いも差し上げるというようなビジネスになっております。ゆくゆく、より、もっとですね、進化した垂直統合したビジネスというものにも我々進化させていきたいというふうに考えております。で、利用方法は今日はちょっと AI 多めにお話を差し上げましたが、もう全くバーチャルマシンでもパブリッククラウドでも、さらにいわゆる参照用のデータベース、としてもですね使っていただけますので、まさに、このコンテナの中に何を入れたいかはお客様次第というところでカスタマイズさせていただきます。ということで、一旦私どもの現時点における、商品や、会社の、簡単な事業のご説明でございました。より深掘りした、我々の成長可能性、さらに、我々が考える、この市場の環境については別の動画がございますので、そちらをぜひ、ご覧いただければというふうに思います。パワー X は永遠にエネルギーに困らない地球。日本のエネルギー自給率を向上させる、その実現に少しでも我々がお役に立てるように社員一同頑張ってまいります。で、こういった説明動画もですね、新しい商品出たり、環境が変わりましたらもう一回もちろん取り直してどんどん更新してまいりますので、またご覧いただければというふうに思います。今日は長時間私どもの動画をご覧いただきまして本当にありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。